まややんです。今ね、夜なんですけれども、キャンプに向かうために今から出発したいと思います。軽キャンピングカーで行くので安全に走りたいっていうのと、ちょっとしょっぱな渋滞とかにはまってしまうと、ちょっと疲れちゃうかなっていうことなので、キャンプに行く前日に深夜のサービスエリアでちょっと仮眠をして、そこからキャンプ場へ向かうみたいな、そんな予定です。ということで今お家の駐車場なんですけれども、こんな感じで引き出しの中はこんな感じで準備をしています。まず一つ目の箱ですね。メイク道具とかスキンケアグッズが入っていて、あとはもうちょっとカメラ類が入って、サービスエリアの温泉に入りたいと思っているので、ちょっと初めて行く場所でちょっと不安なんですけれども、その時に着替えるお洋服と、キャンプ場で温泉に入るのでその時に着替えるお洋服の約2日分が入っています。3つ目の箱はですね、新たにダイソーで購入したメグリズムの蒸気でアイマスクとミニサイズの春カイロを買ってみました。めちゃくちゃ寒いと思うので持っていきます。汚いところを拭くタオルだったりとか、割り箸とかお茶とかが入ったものをこの中に入れています。で、最後にね、この奥はキャンプグッズをこの中に入れました。サービスエリアでは新たに導入した換気扇や、こんな感じで新たに収納場所を作っているので、これが機能するかどうか試していきたいと思います。冷蔵庫の中身なんですけれども、冷蔵庫の中はこのようにお茶を4本入れています。で、まだ夕食はね、食べれていないので、サービスエリアでお弁当かコンビニとかでね、何かが買えたらいいなって思っています。キャンプに向けて出発進行。楽しい。今時刻は10時過ぎで、東京都内の府中市にいるわけなんですけれども、5km の渋滞にはまってしまいました。なので予定のね、到着時刻よりも大幅に遅れそうです。中央連絡自動車道方面。今のところ横風もなく、トラックがね、こういう風に通るときはちょっと風に煽られるんですが、天候も穏やかで風もなくて、今のところ快適にスムーズに走れています。東名高速道路の名古屋方面に向かいます。東名高速道路です。名古屋方面に向かいます。わー、夜景綺麗。東名高速道路に乗って目的地の足柄サービスエリアに向かっていきます。足柄スマートインターチェンジの出口を出ます。渋滞と運転で少し疲れてしまったので、ここで仮眠をとってまた明日出発したいと思います。よし、サービスエリア着いた。右車線を進みます。続いて左方向です。無事足柄サービスエリア着いて駐車ができました。予想以上に1時間ぐらい到着遅れたんですけれども、とりあえずつけたことで安心しました。今日はきちんとね、仮眠をとって明日に備えたいと思いますよ。これ見てください。これがね、落ちていましたね。途中ね、ガタンと音がしたんだけどね、これ落ちちゃってたね。本来電子レンジがある棚の方に新たに置いてたんだけど、水道を洗う掃除用具とか、ウェットティッシュとか、除菌シートですね。この隙間にちょうど置いてたんですが、ここはもうソファーがないので、もうスルって落ちてしまいましたね。やっぱりこのソファーとこの棚の段差は必要みたいですね。段差があるおかげで、この箱は落ちませんでした。なので、ボックスを右側にやって、隙間にこれを入れたらいいのかな。これで落ちなさそうですね。なんとかなりそうです。一件落着。よし、解決しました。着いた着いた。ここに確かね、美味しいうどんがあった気がするんだけど、ここだっけな。
誰もいなかったので記念撮影。深夜の足柄サービスエリアの中に入ると自販機もこんなにたくさんあって、深夜なのにそばとうどんが食べれるお店が営業していたり、お土産もこのようにたくさんありました。後でこの温泉に行きたいと思います。ファミリーマートで買ってきました。ファミリーマートね、すごい混んでて、明日朝食べるものと芋けんぴ、ミラノ風ドリアを買いました。 Amazon でまたちょっとね導入してみたので、温まるかどうかちょっと試してみたいので、ファミリーマートでは電子レンジ使いませんでした。これゴミ箱を置きたいので、これをゴミ箱にしよう。あれ、ゴミ箱にしよう。もう一つの洗濯バサミはよいしょ、つけておこう。今日はね、サービスエリアで仮眠なので、ポップアップは展開しないで車中泊したいと思います。今回ね、Amazon で新たに導入したんですが、ハッピーワンプラスシティって収納が少ないんですよ。やっぱりこのね、上がポップアップなので、ハッピーワンプラスのように引き出しが多くないんですね。なのでやっぱりハッピーワンプラスに比べて収納が少ないので、収納の工夫が必要になってくるんです。で、そうなるとここにね、本来電子レンジが置かれるはずなんですけれども、こういうところを電子レンジを置かないで、この荷物をね、置いたりして収納をね多くしているんですが、電子レンジがねないと困るということなので、新たに Amazon で電子レンジ代わりになるであろうこのものを買いました。このものでミラノ風ドリアじゃない、ミートソースドリアを温めていけるのか、ちょっとプチ検証していきます。まずチャックになっているのでチャックを開けて、こんな感じですね。結構ね、コンパクトサイズのものを買いました。で、こういう風にケーブルがついていて、で、温めるときはこのままでいいのかな、必ず温めてくださいっていう風にここに書いてありますね。なので適当にちょっと温めていこうかな。ぴったり、よかった。このサイズだったら入るかなっていう風に思ってちょっと小さめのね、ドリアにしてみました。これでこれをセットしたら、次にこのケーブルをここのね裏にこういうケーブルがついているので、こんな感じでセットします。つないだらここによいしょ、セットします。ケーブルつないだので電源つけます。チャックを閉めます。スイッチがあるので、スイッチをオンにして、おそらく袋の中の食べ物が温まると思います。ちょっと待ってみましょう。次にテーブルを出すんですが、テーブルがね困ってたことがあって、運転席の上のベッドの上に置いてたんですよ。しかし寝具を置きたいし、ちょっとテーブル毎回置くの収納的にちょっとあれだよねっていう風に思ったので、じゃじゃん、実は座席の裏にしました。この運転席の座席の裏にくくりつけています。使うときは外して使います。こうするとね、テーブルの収納がね一気に楽になります。ポップアップ展開とかしていると、毎回ここに荷物を置くんですよ。またテーブルをね置いてしまうと荷物だらけでわけがわかんなくなるので、こういう風なところに置きました。今ね、なかなか温まらないなと思って Amazon のやつ見直してみたんですが、ちょっとね温まるのに時間がかかるみたいなので待ちたいと思います。温まるまでに時間がかかるみたいですね。 FF ヒーターをつけます。着実に
温まってきてくれているので、まずはちょっと手を洗いたいと思います。水ポンプをしてちょっと今寒いので温泉に入る前にちょっと今まだ寒いので温泉に入る前にお茶を飲みたいと思います。あ、やばい、コップ忘れた。シェラカップかコップ持ってこようと思ったんだけど忘れちゃった。このキャンプ用のコップ忘れてしまいました。作戦変更。電気ケトル使おう。お湯をちょっと入れて、お水か。よし。今日はね、すごくお茶を持ってきたので、ここにね、あるんですが、取れるか？アリさんのお茶を飲みたいと思います。アリさんウーロンティー。すごい。めっちゃいい匂い。今のバッテリーの残量が 99% です。車内温度が 21.4 度、湿度が 49% です。お茶飲む。コップあるので、ティーを入れて、お湯沸けたよね。お湯沸けるの早いな。最高。乾杯。でもまだだ。まだ飲めない。まだ飲めないので、ちょっとここに置いておきます。温まってきた。確認します。だいぶあったかい。待って、めっちゃあったかいんだけど。めっちゃあったかい。思ったよりあったかいぞ、これ。いける。めっちゃあったかいじゃん。ぬるま湯ぐらい。ぬるま湯ぐらいの暑さなんですけど、だいぶあったかいので、よし、食べよう。お腹すいた。もう今日はね、クリスマスが近いということで、こんな感じで雪だるまのサンタクロース持ってきた。ドリアを食べるのでちょっと匂いがきついので、ついにこの換気扇を回したいと思います。この換気扇はね、Amazon で購入しました。こんな感じで Amazon でこのね、換気扇を購入しています。穴開けてはめ込みしています。この窓を開けたいと思います。よいしょ。こんな感じで使うために、よいしょ、電源を入れますと、ちょっと隙間、窓を開けているので、これで換気扇回して外の空気と車内の空気循環しています。風は弱にしたんですけれども、こんな感じで回ります。強風だとこんな感じ。結構音はね、気にならないですね。静かに回ってくれます。いただきます。待って、全然温まってない。全く食べれない。今食べたい。見た目悪いけど仕方ない。運命の力がすごいな。電子レンジ絶対あった方がいい。ハッピーワンプレスだったら絶対電子レンジ置いてたもん。でもこれもね、仕方ない。でもここに電子レンジ置いてもいいかな。でもそしたらキッチン下の収納が今度は置けなくなるんですよね。迷う。ドリアから出たこの煙、換気扇がね、吸ってくれます。なぜ私がこの換気扇をね、このハッピーワンプラスシティにつけなかったのか、理由は後で説明します。
今度は異常に熱いドリア。めちゃくちゃ熱々で美味しい。よかったこのフライパンに救われました。ご飯食べ終わったので、この換気扇は切りたいと思います。窓も閉めます。これで車内の空気はちょっと綺麗になっただろう。この閉める時がちょっとグッと、窓開ける時があっと、よいしょ。でも今回はドリアがお米だからさ、ちゃんと温めなきゃいけなかったけど、なんだろう、お惣菜とかを温めるんだったら重宝しそうなので、お惣菜とかを買って美味しく食べるために温めるっていう感じだと活躍してくれると思うので、またそういった時に使おうと思います。なぜ Amazon で換気扇を購入してこのように後付けしたかというとですね、ハッピーワンプラスシティって換気扇をね、つけるとハッピーワンプラスシティの良さがなくなってしまうんですよ。っていうのも、ハッピーワンプラスシティって、ハッピーワンプラスに比べて車高がね、低いんですよ。ポップアップなので。よく立体駐車場って 2.2 メートルで制限かけられているところって多いと思うんですけれども、ハッピーワンプラスシティは 2.2 メートル以下なんですね。なので、ほとんどの立体駐車場は問題なく入れるっていう感じなんですけれども、オプションの換気扇をつけることによって、換気扇の影響で車高が高くなってしまうとのことでした。はい、もうここがね、めちゃくちゃハッピーワンプラスシティの大きな欠点だと思いました。換気扇つけようっていう風に思って、換気扇お願いしたいんですけどっていう風に言ったら、担当の方がですね、教えてくださって、ハッピーワンプラスシティは換気扇つけてしまうと車高が高くなってしまうので、あまりおすすめはしないですという風に教えていただいたんです。なので換気扇はつけなかったんです。本当はつけたかったんです。こういう壁のところに換気扇をつけられたらよかったなっていう風に思ったんですけれども、そういうオプションはなくてですね、換気扇をつけるんだったらこの上の天井につけることになるので、つけられなかったんです。本当はつけたかった。なのでこういう風に後付けして換気扇をつけています。換気扇をね、本当はつけなくても窓を開けて換気すればいい話なんですけれども、つけてみたよっていう感じですね。収納が小さいことでちょっと我慢が増えたり、今の換気扇もつけたらシティの良さがなくなるみたいな、そんなね、ちょっとのね、我慢どころが何個かあるんですけれども、お値段もそうなんですけれども、走行の安定性を私は重視してハッピーワンプラスシティを選んだので、もうそこはね、文句はないんですが、皆さんに共有するために今動画を撮っています。はい、っていう感じです。テーブル片付けます。今のバッテリーの残量は 96% です。結構電気使ったと思うんですけど 4% しか減ってないですね。ちなみにリチウム電池はですね、ここにあるんですが、容量は 400Ah を使用しています。 200Ah などと比べると容量が大きいので、バッテリーの減り方も遅いかもしれません。
温泉に行くので FF ヒーターは消してしまいます。よし、消えたかな。ちなみに車内温度が23度と湿度が 45% です。外寒そう。湯冷めしたら怖いのでダウンを着ていきます。それではね、温泉の準備ができたので温泉に行きたいと思います。温泉はここから入ります。中からも行ける。すごい。サービスエリアの温泉施設の中はお菓子があったり、トイレットペーパーが売っていたり、柴犬がいたり、かっぱ焼きそばがめちゃくちゃある。やばい、これ美味しいやつだ。極激辛。でも 50% オフだ。辛さ辛くないのかな。じゃあ富士山のお土産とかもありました。なんと足湯がありました。足湯の奥にはラウンジもあるようです。足湯がありました。すごい。足湯カフェなんてものもありました。その奥にはチョコザップ。健康ですね。で、富士山が見えるテラスもありましたよ。無理？ここね、入浴した方は3時間以内だったらね、足湯のエリアに行けるそうです。すごい。めちゃくちゃいいじゃん。お魚がいる。これってさ、足入れたら汚れ取ってくれるってこと？お茶もある。迷うな。乾杯。美味しい。めちゃくちゃ温泉気持ちよかったです。お風呂がね2個ありましたね。1個は室内で、2個目がね半露天風呂みたいな感じでしたね。窓がね全部開いてて、景色はね人気のない喫煙所でしたね。で、あとにサウナもあって入ってみたんですが、熱々とまではいかないんですけれども、じんわり暖かくなるようなそんなサウナでした。あとはね水風呂もありましたね。2時を回ってたんですが、温泉を利用している方がね私入れて5人いました。気持ちよかったよ。最高でした。最高の温泉でした。めちゃくちゃ良かった。お風呂気持ちよかった。本当にすごい静かでゆったり過ごすことができました。温泉に行って、でその後に足湯があるラウンジに行くっていう方も多そうですね。温泉の受付から3時間以内だったら足湯のねラウンジが利用できるみたいなので、今度利用してみたいと思います。もう今日はね夜も遅いので明日に備えて仮眠したいと思います。それではベッド展開していきます。ソファーの縫い目のところに丸いボタンがあると思うんですけれども、これね結構取れやすいと思うので、取れないようにも対策をします。こんな感じでベッド展開ができました。ハッピーワンプラスシティってどうやらね、このソファーがちょっとね薄いみたいで、そう車高が低いからハッピーワンプラスと比べてちょっとこのソファーなんかね薄いらしいんです。ソファー薄くて硬めなので1泊2日だったらいいんですけど、2泊3日ってなるとちょっとね疲れてしまうなということで、新たにね Amazon でマットを導入することにしました。こんな感じでマットを今日は持ってきています。まずはシーツから敷いていきます。今ちなみに FF ヒーターはつけてません。サービスエリアなんでねそんなにね寒くないんですよ。温泉も入ったからなのかポカポカなので、まだちょっと試しに寝ていないので入るかな。入るといいんだけどちょっとでかいかもしれない。サイズ間違えたか、ギリギリか。ちょっとサイズオーバーしてるんですけど、ないよりはマシですね。すごい。
全く疲れない。あーすごい最高。今日はこれで寝てみて、明日体が痛くなっていないか検証したいと思います。バッテリーの残量は 96% です。今の車内温度が13度、湿度が 60% です。13度なんですが、温泉入ったからなのか、そこまで寒くないです。よし。おはようございます。めちゃくちゃよく寝れました。マットを敷いたおかげでまだ寝てたいっていう感じの気持ちよさでした。マットレス最高でした。マット。富士山はあれかな。富士山は分厚い雲に隠れていますね。足柄サービスエリアからは見えないですね。今日は雲が多いな。見えるといいんだけどな。ただめちゃくちゃ天気はいいです。すごい晴れてる。ソファーに戻しました。今のバッテリー残量は 96% です。今の車内温度が19度で湿度が 69% です。着替えました。着替えたので朝ごはんをちょっぱ屋で作っていきたいと思います。予定よりもちょっと遅れているので朝ごはんを早急に作っていきたいと思います。朝ごはんを早急に作るのでもうちょっとテーブルは大丈夫だちょっとここのねテーブルの上で作っていきたいと思います。よいしょ。まずは水を入れます。こんな感じで、こんぐらいだ。入れたらお湯を沸かします。このフライパンの上にホイルシートを敷きます。ホイルシートを敷いたら、昨日ファミリーマートで買ったこだわりのワッフル、これを焼いていきたいと思います。ワッフルを焼いている間にお湯が沸くんでコーヒーを飲んでいきます。このドリップコーヒーを飲んでいきます。あとちょっとで終わります。いい匂い、いい匂い、最高。いい感じ。コーヒーと一緒にいただきたいと思います。あと冷蔵庫の中にあったバナナがあるので、このバナナも一緒に食べたいと思います。いただきます。ワッフルがね甘くてふわふわでめちゃくちゃ美味しい。お砂糖の部分がうまくね焼けてくれてめちゃくちゃ美味しい。湯気がすごい。コーヒーの
食べ終わったので、それでは一旦出発に向けて運転できるように車内を整えていきたいと思います。頑張るぞ。こんな感じで撤収ができました。今のバッテリーの残量が 94% ですね。1泊の車中泊では 6% 使ったことになりますね。車内温度が 19.3 度、湿度が 68% です。電気も給水ポンプ消して、ここの電気も消してしまおう。